こんにちは。T2ES です。前回は抵抗に関してお話ししました。今日はコンデンサーに関してお話しします。コンデンサーは電圧を保存する素子だと言えます。5V の電源に抵抗を介してコンデンサーを接続すると、コンデンサーに電流が流れ、電圧が溜まっていきます。コンデンサーの電圧が電源電圧の電圧と同じになると、電流は流れなくなります。5V の電圧がコンデンサーに充電された後、5V の電源を外し、コンデンサに抵抗を介してグラウンドに接続します。すると、コンデンサーから電流が流れます。コンデンサーの電圧が0になると、電流は流れなくなります。コンデンサーの充電、放電電流を制限する抵抗を変えたとき、充放電時間はどうなるのでしょうか。コンデンサーに小さい抵抗値の抵抗をつけると、充電電流が大きくなりますので、充電時間は短くなります。逆に、抵抗値の高い抵抗をつけると、充電電流が小さくなるので、充電時間は長くなります。放電も同じです。放電抵抗値が小さいと、早く放電し、放電抵抗値が大きいと、遅く放電します。今度は抵抗を同じ値に固定し、コンデンサーの容量を変えてみましょう。コンデンサーに流れ込む電流は同じですが、小さい容量の方が大きい容量より早く充電されます。放電も同じです。同じ抵抗値の放電抵抗を使ったとき、コンデンサーの容量値が小さい方が早く放電します。実際テストをしてみました。これがテストセットアップです。これは電源電圧を測定するための電圧計です。5V の電圧をかけています。これはコンデンサーにかかる電圧を測定するための電圧計です。この間に抵抗を接続します。この間にコンデンサーを接続します。これがコンデンサーです。220マイクロファラッドの容量値のものです。これが抵抗です。1キロオームの抵抗値のものです。コンデンサーを接続します。コンデンサーには未だ電圧がかかっていません。1キロオームの抵抗でコンデンサを 5V の電圧に接続します。0からすぐ 5V まで充電されました。抵抗を 5V の電源から外すとコンデンサは少しずつ放電し始めます。理想的なコンデンサーは抵抗成分がないはずですが、実際コンデンサーにはすごく大きい抵抗成分も持っているからです。1キロオームの抵抗でグラウンドに接続するとすぐ放電し、コンデンサーの電圧は0になります。
今度は10キロオームでテストしてみます。10キロオームの抵抗でコンデンサを5ボルトの電圧に接続します。コンデンサーは少しずつ充電され、電圧が上昇します。5ボルトの電圧まで上がる時間は1キロオームの時より長いことがわかります。10キロオームの抵抗を5ボルトの電源から外すと、コンデンサは少しずつ放電し始めます。10キロオームの抵抗をグラウンドへ接続すると、コンデンサーは放電し始めます。1キロオーム抵抗の時より、放電時間が長いことがわかります。今度は先のコンデンサーより10倍大きい2200マイクロファラッドのコンデンサーに変えてみます。抵抗は1キロオームを使います。1キロオームの抵抗でコンデンサを5ボルトの電圧に接続します。コンデンサーは充電されますが、220マイクロファラッドの時より5ボルトの電圧まで上がる時間は長いことがわかります。1キロオームの抵抗を5ボルトの電源から外すと、コンデンサは少しずつ放電し始めます。1キロオームの抵抗をグラウンドへ接続すると、コンデンサーは放電し始めます。220マイクロファラッドのコンデンサーより、放電時間が長いことがわかります。コンデンサーを使う一番の目的は電源電圧を安定化させるためです。コンデンサーがない場合は電源電圧が変動すると抵抗にかかる電圧もすぐ変動します。コンデンサがついている場合は電源電圧が変動してもコンデンサーに溜まっている電流で保証してくれますので電圧の変動量は大きくありません。実際、テストをしてみました。これがテストセットアップです。これは電源電圧を測定するための電圧計です。10ボルトの電圧をかけています。これはコンデンサーにかかる電圧を測定するための電圧計です。この間に1キロオームの抵抗を接続します。この間に2200マイクロファラッドのコンデンサーを接続します。電圧を10ボルトに設定します。10ボルトの電源電圧を少し下げてみます。電源電圧は大きく変化しますが、コンデンサーの電圧の変動量は、電源電圧の変動量より低いことがわかります。このように、コンデンサーを使うと、電源電圧の変動量を小さくすることがわかります。今日はここまでです。次回は、ダイオードに関してお話しします。お疲れ様でした。